彼女金子でございます。ということで今日なんですけども、お正月酒ばっか飲んでほぼ毎日二日酔いみたいな状態だったんですよね。二日酔いの状態ってなかなか食べ物を受け付けないんですけど、僕が二日酔いの時に唯一体が受け付ける料理がとろろご飯なんですよ。とろろご飯ばっか食べてまして、本当にねむちゃくちゃうまいんで、今日は俺流のとろろご飯を作っていきたいなと思います。しかも今日はいろんなお刺身も乗せて海鮮とろろご飯を作っていきたいと思います。これ買ってきましたよ。これじゃん、すごないですかこれ。本物の自然薯。わかりますかねこの大きさ。僕の身長ぐらいありますからね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして本日の食材がこちら、自然薯とお魚っていうことでね、さあ今日はねお魚をさばくシーンはありません。今日さばくものはこちら、自然薯です。これがうまいんですよね。こんな立派な自然薯はね僕初めて見ましたね。意外とね自然薯って山に普通に生えてるんですよね。こういう葉っぱのツル科の植物ですね。それの根元に天然の自然薯があるんですよ。多分これはね天然物というか、多分なんかパイプかなんかに入れて育てたって感じですね。養殖の自然薯ってとこじゃないですか。で値段もね意外にそんなに高くないですよ。これ1000円ぐらいでした。そしたら今日は俺流のとろろ飯を作っていくんですけど、とろろっていうのは出汁が決め手なんですよ。今日は最強の出汁を取っていきたいと思います。出汁もねその過程によっていろんな出汁の取り方があると思うんですけど、僕はとろろに使う出汁はまずこちら昆布ですね。で昆布ときたら次これかつおだし。で、次にちょっともうふやかしちゃってあるんですけど、干し椎茸ですね。この3つの出汁でいきます。もう昆布出汁から出るグルタミン酸、鰹節から出るイノシン酸、そして干し椎茸から出るグアニル酸。これの旨味の相乗効果で、もう最高の出汁を取っていきたいと思います。で、昆布と干し椎茸は事前にこうやってね、戻しておいてください。冷蔵庫で10時間から1日ぐらい寝かしておくといいと思います。そしたらまず出汁を取っていきましょう。お鍋に椎茸、戻し汁ごと入れてください。で、昆布ですね。昆布も戻し汁ごと。で、これでゆっくり火を通していきます。その間にご飯炊いちゃいましょうか。で、今日使うご飯なんですけど、普通の白米じゃなくて、麦ご飯にしようかなと思います。やっぱりとろろ飯には麦飯が合いますんでね。そうですね。これ2合なんで、2合に対して1回、2回ぐらいでいいかな。で、麦も入れたんで、同じぐらいの水も追加します。はい、これで炊いていきますと。はい、沸騰直前になりましたら、昆布を取り出していきます。で、強火にして沸騰させていきます。そうすると、椎茸とか昆布から、こうやってアクが出てきますんで、アクを取っていきます。この一発目に出る泡々の大きいアクは、絶対取ってくださいね。できるだけ出汁をすくわないように、薄く薄く取っていきます。ほら、沸騰させるとね、こうやってね、アクがすごい出てくるんですよね。これをね、取っていきます。そしたらここに、鰹節をたっぷり入れます。で、今日花鰹を使いますけど、粗削り節でしっかりと煮立てる出汁の取り方も、また濃い出汁が引けていいかもしれません。そしたら、ざるにリードを敷きまして、お出汁をこしていきます。ザバーっと。わー、いい匂い。はい、これで旨味の強い出汁が引けました。そしたら出汁はこれで完成。よし、そしたら次は長芋をすっていきましょう。せっかくの立派な一本物ですけど、切っちゃいましょう。で、軽く洗っていきます。でもだいぶ綺麗に洗浄されてますね。で、自然薯は皮ごとすって、皮の香りも入れる人もいるので、そんなに几帳面に皮は取らなくてもいいです。僕は皮入れるよりね、皮取っちゃいたい派なので、皮は剥いていきます。ピーラーでスーッと剥いていきます。もうほんとね、本当にこうやってイボイボ残ってますけど大丈夫です。で、今日はね、自然薯使ってやってますけど、本当にスーパーに売ってる長芋とかでも全然できますのでね、本当にこれはね、やってほしい。よし。ちょっと一回こう切っちゃいましょうか。そしたらね、だいたい2種類あるんですよ。こうやってすりこぎの目に沿って、こうやって直接長芋をすっていくやり方。このやり方はね、かなり時間がかかるんですけど、すごく滑らかにすることができます。ただ僕はね、こういうすりおろし器でやっちゃいますね。こっちの方が早いですね。で、すりおろし器だと、ちょっとね、山芋の目が粗くなります。これはお好みですね。好きな方ですってもらえればなと思います。今日すっごい料理番組感が半端なくないですか？
で、山芋とか素手でするとすごく痒くなったりしますよね。そういう時はね、レモン汁とかお酢をね、ちょっとつけてあげると痒みがね、だいぶ収まるんですよ。本当にね、スーッと引いてくんですよ。不思議なぐらい。食べてて唇とかが痒くなっても同じですね。痒くなったらやってみてください。はい、そしたらこのように1本分すれました。さすが自然薯ですね。粘りがね、すごいですね。餅みたいですね。そしたらここにだし汁を加えて伸ばしていきます。だしはいっぺんに入れるんじゃなくて、少量ずつ入れてこうやって混ぜていきます。ゆっくりゆっくりなじましていきます。ちょっとね、これ入れ物がちっちゃいな。よいしょ。よし、このぐらい大きかったら、うわ、でかすぎるけど、このぐらいの方がやりやすいな。で、こういう風にどんどんね、伸ばしていきます。とろろ1に対してだし汁2ぐらいですね。で、このままだとまだ味が締まってませんので、そこに塩分入れていきます。これですね。お醤油をさーっと入れていきます。今回僕はお醤油で味付けしますけど、お味噌で味付けするやり方も美味しいと思いますよ。いい感じですね。ちょっと味見してみましょうか。今日の山芋はね、結構強いな。かゆいです。ゴム手袋して吸った方がいいかもしれませんね。じゃあちょっといただきます。うまい。ただもうちょっと醤油が欲しいな。で、必ず味見してってこうやって塩分を整えてください。生卵を加えるとこれでマイルドさが増しますんでね。結構量があるんで3玉ぐらい入れようかな。はい、これでとろろ汁の完成。さて、そしたらお刺身のネタを切っていきましょう。今日はね、キハダマグロ、本マグロ、サーモン、ホタテ、カンパチ、イクラ用意しました。まあ、お好きな海鮮用意してもらえばいいと思うんですけど、やっぱりこのね、マグロがよく合うかなと思います。で、切り方は僕はね、こうやってサイコロ状に切るのが好きですね。マグロはね、こうサイコロ状に、このぐらいのサイズ感に切っていきましょう。このぐらいですね。これが本マグロ。で、これが生マグロのキハダですね。もうどんなマグロでもね、美味しいです。もうちょっとだけマグロが入ってると、とろろご飯めちゃくちゃ美味しくなりますんでね。はい、これマグロが2種類と。で、サーモンですね。サーモンは僕、あえてお刺身状に切っていきます。もう角切りはマグロだけですね。ちょっと分厚めなお刺身状。このぐらいですね。このサーモンと山かけもね、本当に合うんですよね、これがまた。で、次こちら、カンパチですね。カンパチとかブリもね、うまいです。これはね、サーモンより気持ち薄めに切っていきましょうか。ホタテはね、4等分にこうザクザクでいいかな。ザクザクと。で、イクラと。はい、こんな感じ。で、わさびもすっていきますと。はい、これでお刺身の完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。まずはご飯をよそいますか。このとろろはね、ご飯がどんだけでも入っていくからね、ほんと不思議なぐらいご飯が進む。そしたらこのご飯に、このとろろを、今日たっぷりあるんでね、たっぷりとかけましょう。はい、なみなみのとろろですね。
で、ここからさらにお刺身を乗っけてカスタムしていきます。まずはこれ、本マグロですね。本マグロを乗せて、で、キハダマグロもあるんで、キハダマグロも乗せましょう。で、サーモン、カンパチ。今こんな感じ。で、そこに、豪快に真ん中にホタテをドンと置きます。で、その横にイクラも乗せて、で、すりおろしわさびをちょん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 と。はい、こちら、海鮮とろろ丼の完成。それじゃあこちら、いただきます。うまい。これはもう飲み物ですわ。ね、この海鮮ととろろってめちゃくちゃ合うんですよね。イクラ初めて入れたけど、イクラととろろの相性えげつねえな、これ。これうまいな。カンパチはね、ちょっととろろに負けてますね。カンパチはあんま合わないかもな。マグロ、サーモン、イクラがやばい。不思議なぐらいね、食べれちゃうんですよね。うまい。はい、というわけで今日はこちらの海鮮とろろ丼ときましたら、お飲み物、こちらでいっていきたいと思います。せーの、でん！緑色のやつ。今日は休館日ですので、緑色のやつでいかせていただきます。もう、酒はね、1週間分ぐらい飲んだんでね、ちょっとね、お休み。それじゃ、いただきます。うめえ。胃が喜んでおる。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は立派な自然薯を使って海鮮とろろ丼を作ってみましたけども、めちゃくちゃうまいです。あれはぜひ皆さん真似してほしい料理ですね。今日は出汁を本格的に引きましたけど、白だしとかめんつゆとか使ってもできると思いますんでね。やってみて。うまいから。で、今日手袋しないで山芋吸ったんですけど、むちゃくちゃ痒くなって、もうほんと正直30分ぐらいね、悶絶してたんですよ。ちょっと酢つけたぐらいじゃね、なかなか痒みが取れなくて、もうずっとお湯につけてました。あれなんで痒くなるのか調べたら、山芋の皮ギリギリのところに、シュウ酸カルシウムっていう物質があって、なんかそれがね、トゲトゲの形してるんですよね。それが刺さっちゃうみたいです。だから皮ギリギリをこうピーラーとかで剥いて素手で持ってするとシュウ酸カルシウムがもう刺さりまくってもう痛いですね。対策としてはもうゴム手袋をはめるとか、であとはもう一回冷凍する。冷凍するとなんかその繊維壊れるらしいんですよ。冷凍すると味が落ちるんであんま良くないなと思うんですけど、であとはもう痒くなったら酢をひたすら練り込む。あとは熱いお湯に手を突っ込む。これがいいみたいですね。皆さんも山芋すると気をつけてくださいね。マジで辛いから。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。